おはようございます。桜井です。XRP の ETF がついに承認されました。これは暗号資産市場にとって非常に大きなニュースです。XRP ホルダーにとっては待ちに待った瞬間かもしれません。今回ブラジルの証券取引委員会が XRP の現物 ETF を承認しました。この発表を受けて XRP の価格は上昇し、市場の注目度も一気に高まっています。さらに米国の SEC も XRP-ETF の申請を正式に受理しました。これは単なる一時的な高騰なのか、それとも本格的な上昇トレンドが始まるのか気になるところです。XRP の価格がどこまで上がるのか、ETF の承認の影響は他の暗号資産や金融市場にも広がるのか、今回は XRP-ETF に関する最新情報を整理しながら、市場の今後の動きを詳しく解説していきます。この動画を最後までご覧になってもらったら、XRP の今後の可能性について理解が深まってくると思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。では、XRP の現物 ETF がブラジルで正式に承認されました。これは暗号資産業界にとって非常に大きな一歩です。今回承認されたのは資産運用会社ハッシュデックスが手掛けるハッシュデックスナスダック XRP インデックスファンドです。正式な取引開始日はまだ発表されていませんが、近日中に詳細が明らかになる見込みです。この ETF が承認されたことで XRP は今後さらに機関投資家の資金を呼び込む可能性があります。ビットコインやイーサリアムの ETF と同様に機関投資家が直接 XRP を購入しなくても ETF を通じて投資できるようになり、市場の流動性が向上すると考えられます。ではなぜ XRP の ETF 承認がこれほど注目されるのでしょうか。最大の理由はこれまで XRP に直接投資できなかった機関投資家が合法的かつ安全に XRP 市場へ参入できるようになる点です。これによって XRP の需要が高まり、長期的な価格上昇につながる可能性があります。実際今回のニュースを受けて XRP の価格は上昇しました。ただしこの上昇が一時的なものなのか、それとも本格的なトレンド転換のサインなのか、慎重に見極める必要があります。次のセクションでは、米国の SEC の動きや XRP-ETF の今後の展開について見ていきます。今回の XRP-ETF 承認はブラジルでの出来事ですが、実はアメリカでも XRP の ETF に関する動きが出ています。米国証券取引委員会、いわゆる SEC がキャナリーキャピタルとウィズダムトゥリーによる XRP 現物 ETF の申請を正式に受理しました。申請が受理されたということは SEC が XRP ETF の審査を開始したことを意味します。ただしこれは承認が決まったわけではありません。今後 SEC がこの申請をどのように判断するのか、これが大きなポイントになります。SEC と XRP といえば、これまで長い規制の問題が取り沙汰されてきました。特に SEC は XRP が証券に該当するかどうかをめぐって訴訟を起こしており、その影響で XRP は一時期大きく価格を下げる場面もありました。しかしもし米国で XRP の ETF が承認されれば SEC が XRP を証券ではなく資産として認める可能性が高くなります。ビットコインやイーサリアムの ETF が承認されたことを考えると XRP もその流れに乗る可能性は十分にあります。特に機関投資家にとって ETF は非常に重要な投資手段の一つです。もし XRP の ETF が正式に承認されれば今後の価格にも大きな影響を与えるでしょう。では XRP の市場環境は今どのようになっているのか、次のセクションでは取引所での XRP の供給量や今後の価格の見通しについて見ていきます。では XRP の ETF の承認が注目される中で市場ではもう一つ重要な動きが起きています。それは XRP の取引所での供給量が大幅に減少しているという点です。最近取引所から7600万ドル相当の XRP が流出しました。これは何を意味するのでしょうか。通常取引所から資産が流出するということは
投資家が長期保有を目的に資産を引き出している可能性が高いと考えられます。つまり売り圧力が低下し、価格が上昇しやすい環境が整っているということになります。また短期トレーダーの動きを見ても 2.44 ドル付近で1億2000万ドルものロングポジションが積み上がっているというデータもあります。これは多くの投資家が XRP のさらなる価格上昇を見込んでいるという証拠とも言えます。さらにナスダックも暗号資産市場に対して新しい ETF の仕組みを導入しようとしています。現在米国ではビットコインやイーサリアムの ETF がすでに上場していて XRP の ETF もその流れに続く可能性があります。もし米国で XRP の ETF が正式に承認されれば機関投資家の資金流入が一気に加速し価格のさらなる上昇につながるかもしれません。では XRP の価格は今後どこまで上がるのでしょうか。短期的には 2.5 ドル以上を維持できるかどうかが重要なポイントになっています。もしこの水準を維持できれば 3.2 ドルまで上昇する可能性があると言われています。ただし市場には常にリスクが伴うため、ビットコインの価格変動や SEC の動向には注意が必要です。はい。ではここまで XRP ETF の承認、SEC の動き、市場の現状について見てきました。では最後にこれらをまとめつつ XRP 投資家が今後注目するべきポイントについて解説をしていきます。はい。では最後にまとめていきます。今日のこの動画では XRP ETF の承認に関するニュースや市場の最新動向について解説してきました。これまでのポイントを改めて整理をしていきます。まずブラジルの証券取引委員会が世界初の XRP 現物 ETF を承認しました。これは機関投資家にとって XRP の新たな投資手段が開かれたことを意味し、長期的には市場にポジティブな影響を与える可能性があります。また、米国の SEC も XRP ETF の申請を正式に受理しました。まだ承認されたわけではありませんが、審査が進んでいるということは、XRP に対する規制環境の変化を示しているかもしれません。市場の動向を見ると、取引所での XRP 供給量が減少し、大口投資家が買い集めている様子も確認できます。売り圧力が低下していることで今後の価格上昇が期待できる環境が整っているとも言えます。では今後 XRP の価格はどうなるのでしょうか。短期的には 2.5 ドル以上を維持できるかどうかが鍵となります。この水準を守れば 3.2 ドルまで上昇する可能性もあると言われています。ただし XRP は依然として SEC の規制リスクを抱えていて、米国市場での ETF 承認がどうなるかによって今後の展開が大きく変わると思います。はい。では今回のニュースを受けて皆さん XRP の未来についてどう考えますか？ XRP の価格はさらに上がるのか、それとも調整が入るのか、ぜひ皆さんの意見をコメントで教えていただければと思います。はい。ということで本日の内容は以上となっております。ここで重要な点をお伝えしておきます。暗号資産投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることもあります。したがって投資を行う際にはしっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をすることが大切です。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしていきますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら高評価の方もよろしくお願いいたします。では最後にお知らせがあります。BCG ってご存知ですか？ブロックチェーンゲームと言われるものです。簡単なゲームをするだけで1日に10万円、歩くだけで1日10万円、全く信じられないノウハウです。今このノウハウを無料で得れるみたいですので、興味がある方は概要欄より詳細をご確認ください。また暗号資産に関して情報交換できるオープンチャットを用意しています。このオープンチャットでは暗号資産に関していろいろと情報交換できるコミュニティの場となっていますので、興味がある方は参加されてください。参加費用は無料です。参加方法ですが、概要欄に僕の公式 LINE を用意していますので、そちらより登録してもらうと自動返信チャットにてオープンチャットのリンクを記載しています。そちらの方から参加されてみてください。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。